こんにちは、あやはれです。今日は食物繊維が豊富な野菜を使って切って漬けるだけの作り置きを紹介します。旬の夏野菜を中心に食物繊維豊富な食材を使って作っていきます。食物繊維のダイエット効果について改めて論文を調べてみたら、いつもの食事に 14g の食物繊維を追加した食事を2日以上続けるとカロリー摂取量が 10% 減少し、平均で 3.8 ヶ月で体重が 1.9kg 減量。食物繊維が満腹感を高め、空腹感を抑えることでエネルギー摂取量と体重を減少させる効果があったと書かれていました。そのまま実践しようとすると、今の食事にプラス人参4本分の食物繊維を摂る必要があって、それはちょっと現実的ではないので、例えば毎食必ず野菜を2種類以上食べるなど、意識的に食物繊維を摂ることが大事かなと思っています。今回紹介するレシピは、暑い季節にぴったりの冷たいままが一番美味しいレシピ。冷蔵庫から出したらすぐ食べれて、夏バテして食欲がない時も食べやすいので、この夏たくさん作り置きしたいなと思っています。美味しそうと思うレシピがあればぜひ作ってみてください。今日紹介するレシピの作り方はすべて概要欄に記載しているので、作る時に活用してください。お母さんから教えてもらって何度もリピートしているきゅうりとセロリの浅漬けを紹介します。葉は使わないので全て取っておきます。セロリの葉はみじん切りして炒めてふりかけにするとすごく美味しいので、作り方は後ほど紹介します。セロリは細長くカット。セロリの皮は軽く剥いておきます。皮を剥いていくと塩が馴染みやすく、短時間で漬けられます。セロリは食物繊維に加えてビタミン、ミネラルも豊富。きゅうりも同じ大きさにカット。カット作業完了。保存袋に入れます。塩小さじ1/2。よくなじませます。しっかり空気を抜いて冷蔵庫で15分つけたら完成。しっかり水気を切って浸かり具合を確認します。セロリはあまり好んで食べることはなかったのですが、これを作ってお母さんが出してくれた時にあまりの美味しさに衝撃を受けました。このレシピがさらに美味しくなるアレンジがあって、それがこのイカの燻製を混ぜること。少量でもいいので裂いて混ぜるとアクセントになってお箸が止まらなくなります。ぜひ作ってみてください。次はピリ辛きゅうり漬けを作ります。使う材料はきゅうり2本。きゅうりは叩いてから手で裂きます。きゅうりは叩くことで断面が広くなり、味が染み込みやすくなります。保存袋にきゅうりと醤油小さじ2、ごま油小さじ2、てんさい糖小さじ1/2、鷹の爪の輪切りを5、6個程度。よくなじませます。しっかり空気を抜いて冷蔵庫で15分つけたら完成。浸かり具合を確認します。私はこれ以上味を濃くしたくないので、漬けだれをこのタイミングで捨ててしまいましたが、もう少し濃い味付けがいいなと思ったらタレをこのまま残してもう数時間冷蔵庫で漬けておいてください。次はレタスの和風だし漬けを作ります。
レタスは1玉買ったので、まずは半分にカットします。手でちぎってきれいに水洗いをします。しっかり水気を切ったら、保存袋にレタスを入れて、醤油小さじ2、みりん小さじ2、酢小さじ2、生姜チューブ3センチ、顆粒和風だし小さじ1/2、よくなじませる。しっかり空気を抜いて冷蔵庫で1時間つけたら完成。レタスは実はきゅうりよりも 100g あたりのカロリーが低い野菜。早速味見してみます。味は染みてるけど程よく食感が残っているのがちょうどいい。つけだれを捨てるか残して味をもう少し染みさせるかはお好みで調整してください。残り半分のレタスを使ってレタスの塩昆布漬けを作ります。手でちぎって水洗いします。よくキャベツの塩昆布和えは作っていたのですが、レタスでは作ったことがなくて、これってレタスで作っても美味しいのではと思いつけてみたらすごく美味しかったです。保存袋にレタスを入れて、塩昆布大さじ1約 7g、酢小さじ2、ごま油小さじ2、よくなじませます。しっかり空気を抜いて冷蔵庫で1時間つけたら完成。旬のレタスは安くていつも買いたくなるのですが、カット冷蔵するとすぐ赤くなってしまうので、サラダとして食べない分はいつもつけて保存しています。レタスを余らせがちな方はぜひ作ってみてください。きのこのにんにく醤油漬けを作ります。きのこは何を選んでも大体美味しく仕上がるので、お好きなきのこを用意してください。今回はレンチンするので耐熱の保存容器を用意。しめじとえのきは石突きを落として小房に分けます。次に紹介するレシピも同じ分量のきのこを使うので、私は今回2つの保存容器に分けました。1パック 200g のしめじが安かったので、残りの 100g は味噌汁用と、余った分は冷凍保存します。きのこは低カロリーで食物繊維が豊富。きのこに含まれるビタミン D は体の免疫力を高める効果があると言われています。そういえばダイエットを始めて食事と睡眠を意識するようになってから、風邪を全くひかなくなりました。エリンギは手で裂く。手で裂くと調味料が染みやすくなります。1食あたりしめじ 50g、 えのき 50g、 エリンギ 80g。 レンジ 600W で1分半加熱します。にんにくをスライスして、醤油大さじ1、鷹の爪の輪切り 5,6 個程度、にんにく醤油だれをかける。再度1分半加熱して完成。粗熱を取ってから冷蔵保存。
このまま食べると結構味が濃いので、サラダのドレッシング代わりに乗せて食べるのがお気に入りです。次はきのこのニンニクオイル漬けを作ります。一つ前のレシピも作っている方は味付けを変えるだけです。このレシピから見てくださっている方は、まずは耐熱容器を用意。しめじとえのきは石突きを落として小房に分けます。エリンギは手で裂く。レンジ600ワットで1分半加熱します。オリーブオイル大さじ1、ニンニクのスライス1かけ分、鷹の爪の輪切り5、6個程度、胡椒少々、再度1分半加熱したら完成。味はあっさりとしたアヒージョ。粗熱を取ってから冷蔵保存します。大根の和風漬けを作ります。まずは電気ケトルでたっぷりお湯を沸かしてください。大根の皮を剥きます。皮は天日干しで切り干し大根にします。さいの目切りしたいので、まずは輪切りして縦横カット。耐熱容器に入れて熱湯を注ぎます。全体浸るぐらい注いだらレンジ600ワットで8分加熱。待ってる間に漬けだれを作ります。醤油大さじ1、みりん大さじ1、顆粒和風だし小さじ1、オイスターソース小さじ1。漬けだれを入れてからもまた加熱するので、この段階では少し硬くても OK です。大根の煮汁を漬けだれに 200ml 追加します。面倒な場合は煮汁を捨てて熱湯 200ml を追加しても OK です。残った煮汁は捨てて漬けだれを注ぐ。レンジ600ワットで3分加熱。粗熱が取れたら冷蔵庫で1時間保存します。本当は1時間漬けた後にお見せしようと思ったのですが、すっかり忘れて一晩経ってしまいました。一晩経つとこんな感じ。食べるときは鰹節と千切りした大葉を乗せるとさらに美味しく食べられます。大根は不溶性食物繊維が豊富で、腸の中で便の量を増やして排便を促してくれます。一口サイズでパクパクいけちゃうので、いつもの食事に一品添えてみてください。最後にミニトマトのわさび漬けを紹介します。ミニトマトの皮を剥くのですが、2つやり方があって、まず1つ目はミニトマトのお尻に包丁で十字に切り込みを入れて、お尻を上にした状態で保存容器に入れる。熱湯を注いで少し待つと皮がスルンと剥けるようになります。もしくは前日に水洗いしてから冷凍しておいて、20秒水につけたらスルスル皮が剥けます。
今回はせっかくなので冷凍トマトと通常のトマト両方作って食べ比べしたいと思います。みりん大さじ1、醤油小さじ1/2、わさびチューブ2センチ、顆粒和風だし小さじ1/2、よく混ぜます。冷蔵庫で1時間つけたら完成。こちらも1時間ではなく一晩経ってしまいました。これが冷凍トマトで作った方。くたくたになってしっかり味が染みてます。こっちが常温のトマトで作った方。こっちはある程度硬さがあってさっぱりしてて、ミニトマトの食感をしっかり残して味わいたい場合はこっちがいいかなと思います。どんなに食欲がなくてもこの冷たいミニトマトならパクパクいけちゃうので、いつも常備しています。セロリの葉のふりかけは葉をみじん切りにして、フライパンにごま油小さじ1、ちりめんじゃこを大さじ2、約 10g、 葉がしんなりするまで炒めます。火を弱めて醤油小さじ1、みりん小さじ1、玄米ご飯と混ぜたらとっても美味しいので、ぜひ作ってみてください。今日使わなかった残りの大根は半分を味噌汁に。野菜不足だなと思ったらとりあえず味噌汁を作る。冷蔵庫にある野菜何でもいいから入れて、だしと味噌を入れるだけで栄養満点のスープができます。余った大根は冷凍保存しておけばいつでも味噌汁が作れます。大根の皮は切り干し大根に。切り干し大根にする場合はピーラーで皮を剥かずに包丁で剥いた方がいいかなと思います。今年ももう半分終わってしまって、時間の流れの速さにびっくりしながら、昨日は今年の目標の振り返りをしていました。いつも目標を設定してもなかなか気持ちが続かないことが多かったのですが、去年からこの目標との向き合い方を変えたおかげで、目標達成へのモチベーションが維持しやすくなったなと感じています。これはダイエットを継続する上でも活用できる考え方かなと思ったので、最後にそのことについてシェアして今日の動画を終わりにしたいと思います。具体的に何を変えたかというと、結果目標よりも行動目標を重視するようになりました。結果目標はダイエットでいうと6ヶ月で10キロ減量するという、いつまでにどうなりたいかの結果を設定したもの。行動目標は6ヶ月で10キロ減量するために週1回作り置きするという、結果を出すために具体的に何をやるかを設定したもののこと。一般的に目標を設定するときはこの2つをセットで考えることが多いと思うのですが、この結果目標ばかり気にしているとダイエットでは特に継続するのがしんどくなる可能性が高いです。なぜならこの結果目標は 100% 自分でコントロールできるものではないから。実際私が10キロ減量した時も毎日同じ食事をしても体重は増えたり減ったりしていたので、 100% 体重をコントロールするというのはかなり難しいことだなと思っています。なので目標に向かって頑張っている時は 100% 自分でコントロールできる行動目標がどれだけ実行できているかに意識を向ける。今思い返すと、私が3年前に10キロ減量した時は無意識にこれを実践してたから成功できたのかなと思っています。
それまでにダイエットの失敗回数が多すぎたこともあったせいか、なぜかその時だけは期限も何キロ痩せたいとかも何も考えずに、とりあえず成功率が高そうなダイエット方法が書かれた本を読み漁って、その中から自分ができそうなことをやり始めました。まずは1日3食食べる習慣を身につける。次にうどんやパスタなどの小麦粉製品をやめる。次にタンパク質を中心とした食事をする。そんな感じで一つまた一つと自分にルールを課して、それを継続していたら結果的に10キロ痩せて、カレンダーを見るとダイエット開始から2ヶ月経っていたという感じでした。もしこれが私が最初から2ヶ月で10キロ痩せると決めて、その結果にばかり固執していたら、思うように結果がついてこない日には諦めたくなるし、期限日が近づくにつれて焦りでストレスいっぱいになっていたと思います。目標を立てるときは結果目標は設定するけど、その次に考える行動目標をしっかり考えることが大切。その行動目標もガチガチに決めて何が何でも実行するではなく、とりあえず実行してみて、簡単すぎるならもう少し負荷をかけて、ハードすぎるなら緩める。もしくはもう一旦目標を考えるのはやめて、まずはできそうなことを今日から始めてみる。1週間後それがしっかり実行できていれば、もう一つやることを増やしてみる。そういった一つ一つの積み重ねが結果に結びつきます。今年も半分残っているので、何かやりたいなと思っていることがある方は、この考え方も取り入れて挑戦してみるのはいかがでしょうか。